今日はですね、私が加藤先生、青木先生と、相談をして放送している新しい格闘技スポーツって言ったら、その言葉をね、あまりなんていうんでしょう、絶対と思わないでください。これはまだ僕はオープンにしてないんですけど、ちゃんと企画書がありますから、それをまだ発表してないだけであって、でそれは最後に名称はちょっと微調整しますけども、大つかみに言うと空手、キックボクシングで、空手でもいろんな種類があります。防具をする、顔面があるもの、ないもの、突きがないもの、投げがあるもの、いろいろあります。でそういう、グラップリング、ストライキング、打撃技中心のそういう格闘技で、そういったものを今みんなバラバラにやってますけれども、そうではなくて、一つにスポーツとしてプラットフォームを作って、みんなが協力して、で日本のみならず世界の人たちと、そういう仲間になりたい、そういう、大雑把に言うとそういう構想です。でまたいろんなその、目的やその考え方があるんですけれども、でそういったことをプロジェクトを立ち上げるための第1回の交流会です。で、ちょっとこのどういうことを今日やるかと、もう2時間しかこの時間はないので、試合とかそういうことじゃなくて、ちょっと私の考え方をその体験の中でちょっと感じ取ってもらえればいいと思います。でまずは私の、自己紹介兼ねて今日の集まっていただいた趣旨を、発表しましたけれども、以上です。で次にそれぞれ初めてお会いする先生方もいると思うので、簡単に自己紹介してもらいます。はい。2019の加藤と申します。町田の成瀬で25年間空手道場をやっています。今日はよろしくお願いします。オスアキラ武道スクールの青木明と申します。キックで日本を取ってムエタイでアジアということですね。今相模原で道場を開いております。よろしくお願いします。増田道場で社内を務めさせていただきます秋吉と申します。今日は極真の大先輩の加藤先生、尊敬する青木先生と一緒にご利用できることを楽しみにしております。お互い良い刺激と経験を得られるようにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちなみに先生方に各道場生は聞いてると思いますけど、加藤先生はね、僕のその極真空手、極真会館で後輩になってます。でその加藤先生の先生である宮原先生とはもう僕は兄弟でして、その昔からの仲良しです。で青木先生は私が途中いろんなこういうプロジェクトをやって、投げありのフリースタイル空手というイベントを企画した時に、ゴールドジムで知り合いまして、でそこでそこの選手として参加してもらったことがあります。それ以来のお付き合いです。で今回も、こういう放送を話したら快く趣旨を理解して、ただ協力するんじゃなくて趣旨を理解してくれて参画してくれました。で今日は怪我のないように、まず最初はどういうことかということを皆さんに伝えます。で時間がもう説明してると時間がないので、もうまくし立てますよ。これ表ちょっと見えないと思いますけれども、まず我々が立ち上げようとしているのは、先ほど新しい格闘技スポーツって言ったように、武道という名称はそれは使わないんです。武道はそれぞれの流派がやればいいです。でも僕は武道に対しても一家でやるんですけども、それはもう武道の本質を捕まえてないし、みんな好きなこと言ってるから、そういうところでは協力できないんですよ。そういう狭い壁を作るものですから。でそういう壁を作らないものを作るときに、僕はスポーツっていう枠組みでいこうと思ってます。でそれを打撃技っていうのはストライキングで、組み技はグラップリングっていうんですけれども、そうじゃなくて打撃技っていうのを僕はネイティブじゃないですけれども、それに中心にした格闘スポーツということで、ヒッティング打撃技ということで名称をつけて、そのヒッティングも別に投げが悪いわけじゃないんですけれども、投げも今後はそれはもちろん考えていきますけれども、いろんな武道武術っていうのは投げ技だけじゃない、関節技もあるし、あと武器術もある。でそんなことまで入れてたら、それはとてもじゃないけど、もう幅広すぎてみんなが共有するっていうそういうものにはちょっと難しいんですよ。でそうじゃなくて打撃技だけでだったら、もともとはそのキックボクシングも、ムエタイっていうルーツありますけど、少なくともキックボクシングと日本のキックボクシングはムエタイと日本の空手の融合です。僕が見てきたところ
で若い人は知らないでしょうけれども、大山松達、そして、梶原一騎っていうその有名な作家がいて、その人がやはりその大山松達やそのムエタイ、そういう格闘技のそういう魅力を漫画にして伝えたんです。でそれがキックボクシングという形で、日本で出来上がった、で広まった。でそれがオランダに渡った。でオランダがまたヨーロッパに広まった。そして世界に広まった。そしてだんだんプロレスラーの人たちにも共鳴して、プロレスのグラップリングの世界でも新しいそういう理想を追求しようという動きが生まれて、でそれが今度は今 MMA という、ね、アメリカで UFC という形で広がった。で僕からしたらルーツは同じなんですよ。でもそれをプロは置いといて、やはりそのベースになる裾野の部分、これからも仲間になるであろう子どもたち、あるいは年を取った、ね、年配の人たち、そういう人たちまでもだっとつなぐっていう時に考えた時に、今までのやり方ではちょっと難しい。まあごめんなさい、これ話長くなっちゃう。で3つに分けます。ですか、ヒッティングを3つの種類の、競技スタイルに分けています。一つはで、このベースはこれですね、FIFA って名前を付けてます。フェデレーション・オブ・国際インターナショナル・ヒッティング・アソシエーション。インターナショナル・ヒッティング・アソシエーション、国際ヒッティング協会が一つのグループです。でそれを各地域、そして各国に作るんです。サッカーと同じです。サッカーはフットボールアソシエーションです。でそれをフェデレーションで世界にまとめるというのが FIFA です。で我々はインターナショナルに IAHA インターナショナルヒッティングアソシエーションのジャパンのまず発足のメンバーって言ってもいいです。でその FIFA のやるヒッティングって何かって言った時に、 FIFA キックボクシングでヒッティング、そして極真というものがあります。でこれ簡単に説明すると、まず今日からするのはヒッティングです。ヒッティングは防具をつけて安全に打撃の技術を競う競技です。防具空手って言ってます。これは増田道場で今3年間コロナの間やってきたんです。これは老若男女年を取ってもできる剣道のように安全に打撃技のスキルを身につけることができることです。でこれを僕は武道の道場ですから、いろんな年齢の人たちに長く安全にスキルを追求してもらうためにこれを推奨しています。しかしながらグローブをつけてる、これもいいと思います。でこれはまたプロの可能性があります。しかしプロはダメージを与えてノックアウトを見せることでお金を対価をもらいます。でそうではなくて、やはりそのポイントを取ってその打撃技のスキルを見るということで、グローブをつけて、僕はつけないんですけれども、グローブをつけてやるやり方、これが FIFA キックボクシング方式で、もう一つは極真。これは今までのフルコンタクトって考えないんです。僕はフルコンタクト空手っていう名称は使いません。顔面なしでこう素手でこうやって体を打ち合うのを僕は極真という競技技で、同じと考えてください。似てるけど別物だと思います。極真っていう格闘技スポーツです。でそれは顔面を打たないということでは同じですけれども、今までみたいにどっちが手数が多かったかと、どっちが頑張ったかということで旗判定するんではなくて、一貫しているのはこの、一貫しているというか、まあ、打撃の技術を見ると。技術というのは正確に当てる技術のみならず防御技術もそれ表裏一体です。でそれをFIFA キックボクシング方式だとポイント制で見ます。まあ、技ありという名称、今日やってみれば分かります。でヒッティングも僕もつけて技ありでポイントを取って6点差、点差が6点差、あるいは8点差つくともうテクニカルノックアウトとボクシングでこれで勝負ありで試合は終わりです。で防具をつけてても、例えばもう個人差ありますから、効いてしまってもう戦えない、もうちょっととてもじゃないけど戦いたいことがないという、まあ、繊維喪失になった時にはもう勝敗、これ一方です。しかしダメージでノックアウトとしたという言い方はスポーツではします。アマチュアボクシングがそうなようにノックアウトではないです。繊維喪失のように勝負あり、ここで終わります。本当に叩きのめすまでやるのはプロで十分だと思います。で次は極真が何かって言った時に、ちょっと話を戻しますと、旗判定で手数だとかどっちが頑張ったとかスタミナがあったとかじゃなくて、これはキックボクシングやボクシングの方式があって、でこれは簡単に説明しますね。ボクシングとかは10対10を最初に与えるんです。まあ、今マストシステムだから、必ず
1ラウンドごと、12ラウンドとか、だったらその中にラウンドごとに10対9をどちらかに10をしなきゃいけないというマストシステムが採用されてるんですけど、昔は10対10だったんです。でそこから10対10から減点をしていく。減点をしていくというのは、どちらがその見方としてどちらが有効打があったか、正確に技を当てたか、ヒットさせたか、正確に技だ。次にはどちらが攻撃的姿勢があったか、主導権、試合の主導権を握ってたか。で3番目は防御技術、どちらが防御技術、防御に巧みだったか。でその次はまたそういうジェネラルシップとか、そういう試合態度とか、そういうものが含まれているんですけど、大体この3つ、有効打、そして主導権、攻撃性、そして、攻撃的姿勢、そして防御技術、この3つ見るんですよ。でこれをレフリーとジャッジが、レフリーって今主審ってありますよね。これは他のスポーツのように反則を取るだけです。反則を厳しく取る、そして試合を安全に進行するための役割がレフリーです。でジャッジというのは3名から必要にあれば5名、その人たちが最初はレベルの1、2分2ラウンド、あるいは本当にレベルのないどちらが本当に優れてるかって決めるときには、僕は3ラウンドや5ラウンド必要な場合もあると思います。でそれをジャッジが1ラウンドごとに10対9をつけて、どちらが有効だ、どちらが防御技術がある、これは10対9だな、で2ラウンドのは10対10だな、でそしたら10対9で9の方が負けるわけです。でどうしても10対10でずっといったら、そしたら延長戦をまたやって、それがもう最後までやればいいだけの話であって、あとは技ありっていうのがありますよね。ボクシングで言うとダウン、ちょっともう効いてしまったと。でそういう場合はもう本当にもう戦闘不能に5秒以上も戦闘不能になれば、もうそれはもう処罰1個です。もうノックアウトにしてしまう、それでもう試合終わります。しかしちょっとぐらいだったら技ありで止めておく。しかしそれはボクシングのダウンと同じように2ポイントロスです。だから10対8になるんです、必ず。でボクシングが2回ダウンしたら、ちょっとそのボクシングのルール分かりませんけども、多分2回か3回ダウンしたらもうそれで終わりです。で我々は安全性スポーツですから、2回技ありを取れたらもう自動的に勝負あり終わり。ざっと言うとこれ細かく書いてありますから、これはちゃんと公開します。もう一言一句間違いなくチェックして発表しますから。で今もうとにかく皆さんにこう絵を作らなきゃいけないということです。以上です。ちょっともう時間がないので、まずはね、でもね、今日の流れとしてはグローブの経験もある人ない人、極真の経験ある人ない人いると思いますけど、まず防具をつけて簡単に打撃技術を身につける交流をちょっとやってもらって、ヒッティングです。その後に今度はグローブをつけて同じようにやってみる。で最後に顔面なしで、じゃあフルコンタクトって言われてる、僕は言わないですよ、極真スタイルです。極真方式の顔面なしで、そして我々が指導者レベルの人が審判をしてみて、どういう有効打、防御技術、どういう採点になるか、そういうものを見ます。これで終わりです。第1回目よろしいでしょうか。何か質問あれば。これは何度も言うように、これはこの絵を僕はもう年内にも映像をブラジル、そしてヨーロッパに送って、その僕と仲のいい、空手の師範たちに大体は話してあるんですよ。絵を見せてこんな感じだけどどうということで伝えたいんですよ。で早くったら来年の頭にヨーロッパでそういう交流をしたい、実験をしたいというふうに思っています。でも見せないと、ね、理解できないです。よろしいでしょうか。もう一日の猶予もないです。皆さんも貴重な時間、人生、僕もそんなに来年どうなるか、そうですよね、貴重な時間、皆さんの時間、僕はもう絶対に無駄にしないです。僕が無駄にしたくない。よろしいでしょうか。質問。じゃあ軽く体をほぐして、じゃあ解散です。でよろしくお願いします。
構えて始め。はい、やめ。これ時間が2分になるんですけど、ちょっと早めに切りました。で、はい、お互いレディ。これは作法があります、礼法が。これは武道の修練方法としても我々の道場では捉えてます。で、スポーツといっても、やはりその日本の武道をベースにした新しいスポーツとして考えているので、この日本式の律令をしっかり採用して、柔道と同じように礼をして、勝っても負けても戦った後にはしっかり律令をして終わります。その相手にしっかり最初と最後きちっと礼をして終わる。これは抑えたいと思います。イーティングスポーツは日本から発信するわけですから、そこだけはどんなスポーツであろうと、どんな競技であるであろうと抑えようと思ってます。それもちょっと覚えておいてください。で、ちょっと2人多いわ。ちょっと1組だけ。で、ちょっと審判を入れた方がいいですね。じゃあこの若い2人でいいです。互いに、構えて赤、上段突き、お座り、構えて、はい、ちょっとタイムです。今ですね、要するにこの面のところ、プラスチックのところのこの顎の部分とこめかみの部分に正確に技を当てないと技ありにならない。軽く当たったぐらいでは技ありにならない。ある程度の衝撃がないとダメです。あとは気合がある方が望ましいです。なければ偶然当たったという形で技ありにならない。しかし自分がもう意識してもう狙い定めて「へい!」って気合と合わせて威力のある攻撃を当てた場合はもう文句なしに技あります。そういうことも覚えている。これは我々の時はこの武道の種類としてやってますから、でもスポーツとしてやった場合でもそうしないと分かりにくい。はい。試合終了。何点差っていうのね、点はカウントします。4対0。で、これが時間内に得点が多い方で、これラウンド制でいくとすると、これはちょっとまだね、細かいルールはあるんですが、2点差だとか2点差だったら、これは、
引き分けになって2ラウンド目まで行きますで、そういう細かいルールはこれから後で理解してみます。大体こういう感じで攻撃を当て合う、そして技ありに評価されて得点換算されると思います。はい。お互いに、全然まだ欲しいんですよ。昔からだとね、全然まだ欲しい。僕吉田が欲しいんですよ。だから審判もっとできる人にしてます。他の人たち審判で次、もう一回次の試合ね。次は上原さんと、お互いに、待て、赤、上段突き、座り、赤、上段突き、座り。勝負は一本、勝ち。お互いに。力で、こっちが僕がしゃべるとき、こっちがこのエイジさん、止めて、お互いに。お待ち。面のところになってれば、そんなにいいでしょう。赤、上段突き、技あり。一個前で。こう。誰か年配の人ね、年配の人、小さい頃で、50代の60代ね。白本先生。白本先生。中村さん。白、上段突き、技あり。はい、止まって。こう。残り10秒です。はい。
認めず、はい、構えて。ゴー。時間目。はい、引き分け。互いに。はい。互いに。はい。構えて。準備。構えて、こう。認めず、構えて、構えて、こう。赤、上段突き、技あり。はい、構えて。構えて。こう。残り1分です。知ってあげよう。ブロックして。まず。よいしょ。はい、構えて。こう。このポーズなしにグローブですね。赤、上段突き、技あり。よいちゃんやるよ。構えて。こう。はい、これ。白、上段突き、技あり。構えて。こう。残り10秒です。時間です。引き分け。はい、互いに。はい。互いに。はい。これで。まあ礼法は後で細かくします。準。手がないとしてリアルするのですね。空手のし方です。そこを50万円、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 なんです。
赤上段蹴り技あり、構えてこう。残り1分です。後ろ回しとかなんか大きいワードでした。防具つけてたけど、防具があるとあれもっと逆にダメージが残り10秒です。中段蹴り、後ろ中段蹴り技あり、構えてこう。よけ互いにレイ互いにレイ30代40代構えてスレッ赤中段蹴り技あり、構えてこう。これ連打もあるんですよ、3連打で連打やったら全部含まれば全部連打のポイントになる。これポイント入れてないけど、これ全部ポイントになったら技で統一する。キックの場合は上段はキッキングの場合は上段付きは3ポイント、蹴りが3ポイント後ろ中段蹴り技あり、構えてこう。認めず構えてこう。残り1分です。やるんだったら他に宮村も別にいれば他に当たらない。要はそういう要はポイント差にする。後ろ中段蹴り技あり、構えてこう。これを何ポイントにするか、何ポイントで勝負するかは別として、プラスをするのがまたそうです。要するにポイント制にしないとスキルが球団の違うにはしたんだけど、だからあなたのさっきの球団回し入れをスネブロックした。残り10秒です。これはできない。はい、引き分け引き分け、お互いにレイお互いにレイ構えてスメ
蹴り、白、下段蹴り、技あり、構えて、こ白、中段蹴り、技あり、構えて、こ残り1分です。赤、転倒、注意、構えて、こ足払い。足払い。残り10秒です。10秒。点数ポイントが得点差がまあ8点差でこっちがもう勝負に勝っちゃいます。引き分け。互いに。点差見まあ大体畳一つそのぐらいで月礼をしてこう、まあ、普通に日本でやってる例ですね。はい、で左足から一歩出て前に出てで構えて互いに構えて赤、中段蹴り、技あり、構えて、こ残り1分です。右投げとかやってごらん。右投げ。残り10秒です。時間です。上段突きを。赤、上段突き、技あり。はい、時間です。
だから採点をもうすぐ立てればいい。だから補佐役がいつの間にかいなくなって補佐役必ず立てて3点。中段に回してみると上段です。はい、3点差が認められました。赤の勝ち。はい、お互いに。はい。総括します。すみません、急ぎ時間の関係であります。今、高校生の2人、非常に良かったと思います。まだこれは得点化されてスコアボードがあって、どちらが何点差で勝ってるかということがちゃんと見てる人にも分かって、それでよって最終的な勝敗が決まるわけですけど、これはまた追って説明すればすぐ分かると思います。とにかくこういう感じで、一つ一つの技を、スキルを判定していく、それで優劣を決める、そして防具を使ったり、防具を使って安全性を確保して、いろんな年齢の人、レベルの人が、安全に交流できる、スキルを高め合えるっていう、プラットフォームというかね、そういうシステムを作るっていうのが、私の方向性ですから、それがなんとなく分かっていただくだけで十分です。じゃあ、もう一回ちょっと説明してください。はい、それでは最後に、極真方式。極真方式といっても、皆さんが極真って思っている、どっちが手数があるかとか、どっちがダメージを与えたかで旗判定がするジャッジ方法じゃないです。これは FIFA の極真っていうスポーツの採点方式で、それは最初にも言ったように、今までの流れと共通しているのは、どちらがより有効打を、ね当てたか、そしてその裏にはいかに有効打をもらわなかったか、だから防御技術がないとダメです。でそれは言い方を変えれば、ボクシングやキックボクシングの採点方式と同じです。有効打、そして主導権、組手の試合の主導権、そして防御技術、そういったものを順番に、一番は有効打ですね、それを見て、やっぱり2ラウンドぐらい見ないと優劣は決まらないんですよ。で2ラウンド見るんですけど、今日は1ラウンド2分なんですけど、1分半でやります。1分半しかない。その中で我々はジャッジ、採点する方は10対10もあります。で有効度が高いだったら、有効度があったな、防御技術が劣ってたなといえば、どちらかに9、どちらかに10をつけて判断します。いいですか。1分半、ちょっと短いですけど、その中でいかに自分の有効度を当てるか、また有効度を当てられないか、ね、で組み手を支配するかということを考えて組み手をしてみてください。いいですか。で顔面の攻撃は、突きによる顔面の攻撃は反則ですから、反則技をした場合には、それはイエローカード、ファウルとなって、それは採点の中で減点されますから、それは頭に入れてください。で何点減点されるか、それは細かいことですから、それはまた後で伝えます。いいですか。はい、ではやってみましょう。赤とかそういうの時間かかると、もう時間ないからより多くやるから、そういう細かいことを省略。お互いに。お互いに。全員。覚えてる。技あり取らないと。腹心なんで立ててる？なんで腹心立ててる？あ、そうかそうか、ジャッジこうか。腹心、これは主審が判断しない。はい、主審。はい、上段回し蹴り、座り、止めて、こっ。これから。
道具ちゃいましょう。残り1分です。吉田、俺にポスターを俺の名前の帰りを俺に頼まれて考えなきゃダメだなってその人選挙区が変わるからポスターを打たない誰どっちじゃあもう映像のこっちが順番に終わった後に点数を1、2、3、4この順番でいいから残り10秒でゴールするそれをその絵が必要なんですよ絵が何でつけたの言ってることわかるこれ伝えてくださいはい、ここから大事だよ。はい。で、しばらくこれで点数をつけます。はい。では、これはまだ1ラウンド、なかなか1ラウンド決まるのはあれですけれども、まずこれは勝敗のコールの仕方は、これは細かいことですから、本当は僕はものすごく細かいこと、例法だって、もうきちっとやらなかったら、もう注意いかせます。ね、そうじゃないと、もうより、ね、体の人だけじゃなくて、武道もスポーツも、あ、いいなって、このスポーツって思わないですから、やっぱり人をついたり蹴ったりする、こう暴力的なものが、ね、そういうことが好きじゃない人たちが見ても、素晴らしいなって思うのは、こう礼法も含めて戦い方のスキルもそうだし、全てがやはりああ美しい、素晴らしい、ね、すごいなっていうような感動を与えないとダメなんです。で細かいことそういう意味ではもう全部あります。でも今日はあえて言わない、ね、いいですか。しかしここだけは言っておきます。ここから順番に得点をコールします、ね、1ラウンドだけですけど、ね、じゃあ発表します。はい、どうぞ。そういう言い方じゃなくて、こっちから順番協議しましょう。じゃあ、こっち赤。じゃあ赤10、白8っていう形でいきます。はい、赤8、白10、赤6、白9、赤8、白10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 。はい。ではこれは記録しておきます。これは後で反省、しておきます。こんな感じですね。赤8っていうことは、赤が技あり取りましたね。技ありっていうのはさっきも言ったように、白が技ありを取りましたね。白が取った技あり取ったってことは、もう自動的にもう10対8になるんです。で、それプラス何かその、ジャッジするところがあって、その10対8がその変動するということは後で協議します。それは審判のそれぞれの考え方があるから、これは協議しましょう、ね、そういうような大雑把に言うとそういう枠組みで見てます。それを2ラウンドやってトータルで採点をして富戸のある方が高い方が勝ちになるということです。でその中でもう一つ補足すると、もう技あり先ほど取りました。白が取った。でそこでもう5秒以上も線を喪失してしまったと。でそれはもうノックダウンという言い方しないけれども、勝負あり1本、まあ実質1本勝ちですね。でそういうふうにして勝負を決めます。だからノックダウンという言い方しないけれども、まあ、実質もう空手でいう、あるいはボクシングでノックアウトともう、まあ、同じようなものですね。それで終わりです。それちょっと頭入れておいてください。はい、以上です。はい、ではお互いに、はい、これで右足から下がって立例なんですよ。ね、立例で、これ日本から発信するので、もうシンプルに礼法はこういうもの、これを丁寧に、それを立ってこんなふうにしてやるのは、でこれもなくていいんです。そんなの全然関係ないですから。
これだけ終わって、これだけ僕のこだわることです。はい、どうぞ。はい。これだけこだわることです。分かる人に、やっぱり日本から発信していく。だから、世界の人たちが求めてる人たちに冷凍にしてどんどん言ってあげる人。互いに、はい、前で、全。10秒です。はい、では、はい、判定、判定お願いします。はい、では、採点お願いします。赤10、白9。赤10、白9。赤10、白9。赤9、白9。赤10、白9。赤10、白9。じゃあ、OK。じゃあ、それで終わりましょう。お互いに、はい。次、お互いに、はい。前で、全。残り1分です。
了です。赤10、白9。赤10、白8。赤10、白9、赤10、白8。赤10、白9。赤10、白9。OK、これのね内実はこれから後で皆さん話して皆さんが分かるように有効弾なのか防御技術なのかその主導権なのかというのはまた皆さんで分かるようにします。で今これは記録してありますからこういうふうにジャッジが判断したということです。